手ぶらで歩くことのハードルってどんどん下がってきているんですよ。というわけで、手ぶらバッグをいろいろと検討してきていた僕なんですが、最近ついにこのサイズに収まりました。iPhone と、その裏につけるアクセサリーで済んでいるんですね。こちらが今の僕のスマホの裏面になります。このサイズでスマホにつけられるものだけで完結するようになりました。もうまさに手ぶらと言って差し支えないんじゃないでしょうか。厳密にはね、もちろん手ぶらじゃないんですけど、スマホ一つとほぼほぼ言っていいようなサイズ感です。結局、デジタルの機能をスマホに集約していくということは、物理的なものであっても iPhone にくっつけて、かつどこまで見た目と利便性を下げないかという話になってくるかと思います。内部の構成としてはこんな感じです。はい。改めて一つずつご紹介していこうと思います。これは動画でもいろいろと紹介しているんですが、僕のスマホケース代わりと言っていいものですね。スティのフォンバッグになります。通常スマホケースというと、この側面とかも含めて保護するものが一般的なんですが、僕の場合はですね、この背面だけを保護する方向にしております。本当にね、着せ替えパネルみたいな感覚ですね。で、裏面がちょっと本物ではないんですが、レザー調になっています。ケースを普通につけている方にこれを持ってもらうと驚かれます。あ、スマホってこんなちっちゃかったんだ、みたいなね。スマホケースってやっぱりスマホをもう一回り二回りぐらい大きく感じさせるんですよ。僕としてはそれはちょっと避けたいところですし、側面もせっかく金属調なので、それも見せたいなと思ってたんですが、ちょっとね、やっぱ傷の問題からは逃れられないので、それをどう取るかというところではありますね。で、今回のキーとなるアイテムがこちらです。サテチの、レザーウォレットスタンド、マグネティックウォレットスタンドという製品になります。これがね、とても優秀でしたね。はい。簡単に言うと、カードが入れられてスタンドにもなるようなマグセーフアクセサリーです。そういった類のものってもう今この世に5万とある中で僕はこのサテチのものが特に気に入っています。デザイン面、機能面両方で気に入っているんですが、まずはその見た目からご紹介しましょう。一番他のアイテムと比べて僕が選んだ理由になっているのはこの見た目です。ミニマルじゃないですか、すごく。シンプルなんですよ。普通、もう少し構造的なところをもうちょい見せてくるスマホスタンドだとか、あとは質感がどうしてもね、値段重視で伴ってなかったりだとかっていうことも結構多い中で、いやー、スマートですよね。雰囲気がとても良い。素材はビーガンレザーです。革っぽいかと言われると、なんかまたちょっと違うような雰囲気ですが、ただ高級感のある質感ではあるかなと思います。で、めちゃくちゃ薄いというわけではないんですが、比較的薄くてコンパクトです。で、重さはね、85g あるんですよ。おそらく Amazon とかで探せばもう少し軽いものはあるんですが、ただね、この見た目はちょっと譲れなかったかな。で、構造について触れていきましょう。こちらが、裏面がマグセーフになってます。模様が少し見えますかね。なので、ここにくっつけて使うという感じですね。ヒンジがここの側面にあるんですよ。なので、ガガガッと開くんですが、このヒンジが結構しっかりしてます。スマホアクセサリーで通常あるような可動部とは比べ物にならないくらいのしっかり感というか、耐久性、重さに対する抵抗もすごく多分高いし、かっちりしてますね。この質感は触っていても好きですし、安心感が高いです。で、これはそのままスマホスタンドになるので、こんな感じで、スマホを縦でも、あとは横でも固定ができるんですね。スタンドとしては一切の妥協なく使うことができます。スマホスタンドって僕外したりつけたりいろいろしてるからわかるんですけど、やっぱあった方が便利です。動画を流しっぱにしておくこととかも結構多いので僕は。もうこうやって置いておいて何か他の別の作業をしているとか。なので、スタンド機能マストじゃないけど絶対あった方が便利だなということでこの機能はすごいありがたいです。ヒンジを重くしてでもこの機能が搭載されている意味は大きいと思います。で、
中展開すると、大きく2種類のポケットがあります。ここにそれぞれ2枚ずつ合計4枚でカードを入れられるというのがこのウォレットスタンドの主な性能ですね。こっちはパスケースのような窓があるような形状ですね。で、こっちは少し財布っぽいスリットにカードを入れるような仕様です。カードの種別によって使い分けていいと思います。おそらく頻繁に出し入れする方はこちらに入れた方が便利かな。で、逆にこちら側は iPhone につけると要は外側になるわけですよ。なのでタッチとかで使うようなカードがあるのであれば、こっち側に入れる NEC 系 NFC 系 NEC は会社か。NFC 系のね、カードとか入れたりだとか、あと、パスモとかスイカがね、どうしても物理カードで持ちたいという方はここに入れるのがいいかなと思います。社員証とかでね、ピッてやる、そういう用途でもいいかもしれないですね。で、この表にもこのポケットみたいのがあるんですが、これはこちら側と同じです。なので、ちょっと見ていただければわかるんですけど、このカードをこちら側から入れると、反対側からも、ちょっと隠しますけど、反対側にもカードが入ってます。主な性能といったらそんな感じですかね。マグネティックウォレットスタンドという、名前の通りの製品です。で、実はこれ、Amazon 等だけではなくて Apple でも取り扱っているんですね。Apple が割と公式的にも認めているようなアクセサリーと言えるかなと思います。で、ただ、これだと財布というかカードケースなんですよ。で、僕はクレジットカードはもうできるだけ持たないようにしているので、このスミシン SBI のデビットカードですね。このカードを持ち歩くようにしてます。決済はこれ1枚で済む。あとはスマホの中に入ってる PayPay とか、スイカパスモみたいなもので済むとして、免許証ですね。免許証。あんま見せらんないですけど、今のところマイナンバーではなくこちらを使ってます。これは好みというか用途に応じてだと思いますが、これを僕はですね、このウォレットのこっち側、窓がある側に、よいしょ。こんな感じで入れています。はい。こんな感じですね。で、このままだと鍵が入らないんですね。ということで、僕が最近導入したのがこちらです。これが姿のコンビニエンスキーケースという製品になります。ネオンイエローがバチクソに主張が強いんですが、他のカラーもあるのでご安心ください。ただ僕はやっぱね、光ってるもの好きなので、このカラーにしてしまいました。見た目のままではあるんですが、一般的な鍵2つをこのカード型に入れて収納できるようなケースになっています。PVC 素材の、本当に1ミリくらいの厚みのケースになっていて、ここ線入ってるの分かりますかね。このラインが縫い目です。なので、こちら側とこちら側から鍵を収納できるようになっています。こんな感じ。財布とかにどうしても鍵を入れたいという方にとっては、無理やりカードケースに鍵を入れるのとは、段違いの収納力とか、あとアクセシビリティ、使い勝手、取り出しやすさみたいなところが、効いてくるような製品ですね。これを僕はカードケースにこんな感じで入れております。これで、例えば、はい。こうやって、普段はこうやって持ち歩きますと。で、決済とかも基本的にはもうスマホでピッピッピッってやってしまうんですが、本当にごく稀にね、カードが必要になったと思ったら、ちょっとここから、正直取り出しにくいです。よいしょ。取り出しにくいんですが、取り出すことがないので別に困ってないというのが正しいかもしれない。カードを取り出して決済すると。で、家に帰ってきたらここから鍵を取り出して、で、解錠すると。今自分の家にはスマートロックついてるんですけど、これはあくまで自分の家でマンションのエントランス、ここを突破する、オートロックを突破する方法は、正直今ないんですよね。もちろん頑張ってね、インターホンにスマートロックを仕込んでやるっていうのもできるんですけど、物理的な鍵じゃないと時間がかかったりエラーが起きたりで、結局インターホンにつけてた時代もあったんですけど、オートロックに関しては物理的な鍵に戻りました。これはもうマンションとかその家の設備に依存するので、僕一人でどうこうできるわけではないと。そういった理由もあって、この鍵と財布は最後までおそらく持ち歩く必要があるものなんだろうなと思っています。で、ただこれ正直このキーケースはあるとですね、若干このスタンド部分が膨らみます。こんな感じ。ちょっと厚みが増すんですよね。で、これおすすめまではしないんですけど、こっち側の窓を使って鍵を収納することもできます。
どういうことかというと、こんな感じで入れます。で、家帰ってきたら、ここの隙間からさっと指出して鍵を取り出す。で、こちらの方にカードを入れると、カードも取り出しやすいですし、あと鍵もね、そんなに鍵も別に、先ほどのこのキーケースと同じくらいのスマートさで取り出せるし、何よりここが厚みがね、あまり出ない。製品のそもそもの厚みくらいで収まるようになっているんですね。またちょっとね、おすすめするにはあまりにも無防備すぎるというのもあって、ちょっと今回こういったアイテムを導入して、割と使い勝手が変わらないことを確認したんですが、厚みとか、極限まで抑えたい方は、こういった使い方もおすすめです。で、僕、現金はほとんど使わないので、大抵の場合、四つ折りにして、この中に入れてしまうというのがスマートでいいかなと思っています。一回崩れてしまったら、小銭とかお札とかは適宜別の収納に移すという感じですね。本当に現金の使用頻度が今月に1、2回くらいの感じになっているので、この運用で特に問題はないかなと思っている感じですね。その月1、2回のために現金用の保管庫を持っておくことよりは、とりあえず持っておくという最低限を満たすことに重きを置いている感じです。そんなわけで僕はもう、休日とかにね、ささっとお出かけするときには、本当にこのスマホだけで出歩けるようになりました。あとこれと加えて持ち歩いてもイヤホンぐらいかななんですよ。つい最近もというか、今も若干そうですけど、どんな軽いお出かけでも割と僕パソコンを持ち歩かないとなんか落ち着かないみたいなところがあるんですよね。さっと時間ができた時に何も作業が進まないのもったいないみたいに思ってしまうタイプなんですけど、それをね、このスマホで解決するようになりました。というのも、これ動画でまだ紹介できてないんですが、Mac mini を家に置くようになって、これをマナスとかね、AI アプリで遠隔操作できるようになったんですよね。家の Mac mini に指示を出して仕事をちょっと進めてくれるというようなことも、少しずつですができるようになったことによって、時間がもったいないみたいな感覚がだいぶ減りました。今のは少し余談ではあるんですが、とはいえ、そんな感じで、荷物を減らすことにね、この AI もそうですし、このサテチのウォレットスタンドもかなり寄与してくれています。僕自身はかなりこれで満足しているんですが、一方で、おそらくね、現実的に運用するとなると、いやいや、これも持ち歩かなきゃいけないんです、みたいなこともあると思うので、皆さんそれぞれにね、最適解があるんだと思います。ぜひそういったおすすめのアクセサリーとか運用方法があれば教えていただきたいです。本当にまた余談ですけど、僕のスマホのホーム画面には PayPay を置いています。ここら辺をロック画面に置くと非常に便利なので、ぜひぜひ真似してみてください。クレジットカードのタッチ決済ならここをピ。で、PayPay なら画面からピ。で、パスモもそのままピ。みたいな、もう決済をワンアクションで完成させられるんですよね。これはすごく便利です。というわけで、今回は一番ラフな荷物の持ち運び方が、ついにスマホ一つだけになったよというお話でした。このチャンネルでは他にも、こういった荷物の軽減、効率化みたいなところにはずっとね、取り組んでいきたいと思いますし、ライフスタイルに関する動画を様々発信しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。また、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。